皆さんおはようございます。本日は5月8日、解放記念日の国民の祝日ですので、この路面電車の先頭のところに、チェコの国旗が掲げられています。ただいま朝の7時半なんですけれど、本日はこちらのシードリッシェ・バランドフというこの路面電車の回転場に来ていますが、ここからフルボチェピーというところまでの区間、高速トラムがありますので、これをご紹介していこうと思います。こう言いますと、高速トラムなんかチェコにあるんですかというふうに思われる方いらっしゃるかと思いますが、正式に高速トラムといって区別されていたり名前がついているわけではないんですが、この路線の設備を見てみますと高速トラムと呼ぶにふさわしいようなものになっています。ご覧ください。こちらの駅、これ停留所というよりか駅に近いような感じの設備になっています。こちらが今回ご紹介する路線ですが、プラハの南西部にあります3.1キロの区間です。こちらのこの駅名標ですね、これも通常のトラムの停留所には見られないものです。この白く美しく塗られた架線柱、この近代的な感じのデザインの架線柱が印象的な駅になっています。このスイードリッシェ・バランドフというのはバランドフ団地という意味でして、このような大きな団地の中にある停留場なんですけれど、ここまで路面電車が開業したのは2003年の11月のことでした。で、私が最初にチェコに留学した2003年の夏にはまだここには路線が来ていませんでした。で、次に、チェコに正式に移住したのはですね2005年だったんですけど、その時にはこの新しい線路が開業していまして、新しい線路だと思って早速乗りに来たのを覚えています。で、この駅のこちら側に回転場がありまして、通常の路面電車と同じようにループ線になっているわけなんですけど、その左側にですね直線の線路が伸びているのがお分かりかと思います。で、実はですねこの先に、ホリニエと呼ばれる団地がありまして、そこも結構大きな団地なんですけれど、そこまでこの路面電車を延長する計画が昔あったんだそうです。ただし全然工事は進んでないような感じで、おそらく計画は立ち消えになってしまったんじゃないかと思います。これ見てみますと、向こうこんな広大な野原が広がっていまして、本当に路面電車延長するなんてことはありえるのかなと思うんですけど、こちらの方角ですね、そのさっきの建物の裏側の方にもっと大きな団地が地図を見るとあるということが分かります。で、早速ですね、このタトラ T3 型の2両編成入ってきましたので、これに乗って次の駅へ移動しようと思います。タトラ T3 型、こちらもちろんこれ路面電車ですので、チェコの路面電車はすべて、折り返しがループ線になっていまして、この電車の進行方向を変えることなく元来た方向に戻れるようになっているということで、この後ろ側には運転席がない、というわけですね。ですからここに立って後ろの景色を眺めることができるというわけです。で、このシードリッシェ・バランドフの駅を出発しましたけれど、このような専用軌道の鉄道になっていまして、なんかこの都市近郊の鉄道のような感じの設備に見えます。ただしこの仕様そのものはね路面電車ということで、踏切もうちょっと先に行くと踏切がありますけど、その遮断機とかそういうものは一切ついていなくて、こちらですね、こういうところを見るとやっぱりこれは路面電車なんだなというふうに感じるということですね。次の駅というか停留所はポリクリニカ・バランドフということで、到着してみますと、これさっきは駅の色は白でしたけど、こちらはこの緑一色に塗られています。で、ここで途中下車というか、一駅だけで降りたわけなんですけれど、ご覧の通りこちらの駅のこのシンボルカラーは緑ということですね。で、この駅のこの構造物は全てこの緑色に塗られているというわけです。で、このポリクリニカ・バランドフというのは、ポリクリニカっていうのは診療所とかなんか病院かなんかそういうものがおそらくこの近くに、あるんだろうと思いますね。で、ここももちろんそのプラハ市の路面電車トラムの路線網の一部ですので、この辺の料金の案内とか利用案内、こういうものはその市内の路面電車と共通のものが掲げられています。このゾーン制の切符のゾーンのこの地図も同じものですね。で、こちら見ますとこの券売機があります。この券売機も市内交通のと共通のものですが、ちょっと古いタイプですね。このクレジットカードが使えない、コインでしか切符が買えないタイプの券売機ですね。で、こちらですけど、これ発車案内のタッチパネルが昔多分あったんだと思います。あるいはその準備をしていただけかもしれませんけれど、最近そのスマホが普及してきましたので、この駅にあるタッチパネルはだんだん、使用が停止されているという傾向になっています。で、ただいま入ってきましたのはこれ5番ですね。第5系統、シュコダの 15T という最新型の路面電車です。で、この駅の前に1本だけ桜がありまして、綺麗な花が咲いていますが、この桜のこの木の幹を見ますと日本の桜に非常に近いもののような気がしますね。
でこちらがこの駅名標ポリニクリカ・バランドフということで、この緑のコーポレートシンボルカラーにこの駅名標も塗られているということですね。この通常のトラムのポールも立っています。でこの駅の前はですね、バス停がありますけれど、この団地の一部になってまして、おそらくこのどっかこの近くに病院があるということだろうと思いますね。で今向こうからこの登ってきた、結構ここは標高の高いところですので、ここに至るこの路面電車の線路はずっと、上り坂がずっと続いてきているということになります。でその坂を登ってきたこのシコダの 15T が今このポリクリニカ・バランドフに到着したところです。でこれがその駅の向こうにありますトンネルがあるんですよね。でそのトンネルの中を走っているのを見えますが、あそこに車体にちょっとこう今、光が反射していましたので、すぐその向こうに出口があるのが分かるかと思いますね。で結構この急な坂を上がってきているのがお分かりかと思います。この20番という系統ですね。これ行き先はもちろんさっきのシーデュシェ・バランドフで、そこへ行くしかもうないわけなんですけど、そこから先線路はありませんからね。ただ出発地はいろいろこの4種類の系統が確か入ってきて、夜間のトラムを合わせると5種類の系統がここに乗り入れてきています。ただし今日は休日ですので、4番というのは平日だけの運転ですが、今日は来ていませんね。で次のこれちょっと色がついたガラスなんですけど、これ15T ですね。15T が来ましたので、これに乗って、次の停留所、チャプリノ・ボーナ・アミネスティまで移動しようと思います。これがさっきのトンネルの中で、多分長さにして 100m ぐらいのトンネルというか、この道路の下をくぐってるだけなんですけれど、もうすぐあっという間に出口ということですね。でこれ出口を出ますとすぐチャプリノ・ボーナ・アミネスティという停留所駅があります。さっきは、緑の一色だったんですけど、今度はこれ真っ赤ですね。この赤がこの駅のシンボルカラーということですね。こちらはですね、堀割の中にある駅ということで、なんかこう見た感じは非常に近代的な感じがします。でこれチャプリン・ボーナ・アムネスティというふうに呼びます。これいわゆるチャールズ・チャプリンのことですね。でこの CHA というのはチェコ語ではハという発音ですね。ハなんですけれど、これは外来語なので英語の読み方を踏襲しています。で今左のところに立ち入り禁止の札が立っていましたが、このトンネルの中ですね、線路の横に一応歩けるようなスペースはあるんですけれど、歩いてトンネルの中を通行することは一応禁止ということになっています。これがですね、そのチャプリノ・ボーナ・アムネスティ、チャプリン広場という名前のついた駅ですね。でなんかこの黒いタイルか石か分かりませんが、非常になんかこう近代的な感じの駅です。でこの左側のなんかこのスタンドみたいなのありますけど、これピザ屋ですね。で時間になると店を開くというようなことなんか、確かねこれ撮影している途中で人が来て店を開けていたような気がしますね。でこちらもトンネルが、反対側もトンネルがあるんですけれど、こちらも立ち入り禁止の札が立っています。この右側のこのスロープは上がっても構いませんが、この線路沿いのこの道は歩いてはいけないということですね。でこれがその反対側のホーム、バランドフ方面のホームから今眺めているところです。で駅の向こう側にもなんかその赤い支柱に支えられたこの屋根のようなものがついています。でせっかくですからこの階段ちょっとね上上がってみようと思います。なんかこの黒の艶のある黒で非常になんか近代的な感じの駅ですね。でここがその上の上がってきたところ、これがもしかしたらチャプリン広場なのかなと思うのでちょっと調べませんでしたけれど、左側にはこのビラというスーパーマーケットがありますが、本日国民の祝日ということで売り場面積200平方メーターを超える店舗は営業できないということでね、今日は営業していません。でこちらの高架橋です。高架橋というのはこの陸橋ですね。陸橋からこう下を眺めるとこんな感じで、路面電車の線路を眺めているというよりかは、なんかこの郊外鉄道の線路を見ているようなそういう気分になるものです。でこの電車は今発車していったのはバランドフ行きで、さっきのトンネルを越えますと向こうには、ポリニクリカ・バランドフの緑色の駅が待っているということですね。それではね、こちら今入ってきましたこの12番、タトラ T3 型が来ましたので、これに乗りまして次の駅へ移動しようと思います。で後ろの景色をこう見るというか撮影するんですが、この T3 型がいいですね。15T だと後ろに座席がついて、しかもその背中の方にこうガラスが来るような配置になってますので、なかなかこう後ろの景色を見るにはこう体をねじんなくちゃいけないということでね、あんまりふさわしくないですね。でこちら側もトンネルになってまして、こちらのトンネルはさっきの向こうの上のトンネルよりかちょっと長いですね。多分距離にして倍ぐらいあるんじゃないかと思います。おそらく200メーターぐらいのトンネルですね。これ開削工法で作ったトンネルのような感じですね。でここのトンネルを抜けると今度は青の世界、
青一色で塗られた駅ということで、クバランドブという駅に、到着します。でここでも降りてみようと思いますが、このクバランドブというのは日本風に言うとですね、バランドフ入り口とかそんなようなニュアンスかなというふうに思いますね。で、ここもですね、この掘割の中にある近代的な、鉄道の駅のような感じの路面電車の停留場ですね。でここはなんとこのホームにバーが併設されていまして、こちらはメルクールというバーですね。このホームから直接このバーに入ることができるようになっています。でこっち今見てる方向がプラハの街の方向ですね。でここの階段を上がっていきますと、この上の街の方へアクセスできるように、街というかこの団地にアクセスできるようになっています。でこの駅の上のね構造も非常にこの面白い作りになっていまして、これ2003年に開業した時からこういう感じだったのか、その後に工事されてこの構造が付け加えられたのか、ちょっとその辺は分かりませんけれど、なかなかこのいい感じの作りになっていると思います。でこちらがその線路をまたいでいく陸橋ですね。で後でこの下を走る電車をねここから撮影しようと思いますけれど、で向こう側にですねなんか面白そうなこの陸橋がありますので、ちょっとそっちの方へ行ってみようと思います。でこれ看板がありまして、サイクリング自転車に乗っている人は降りて通行してくださいということが書いてあります。なんかいたずら書きをされていてですね、よく見えないようになっていますが、見てみるとそういうことが書いてありますね。で結構この急な上り坂で、この陸橋を上がっていくことになりますけれど、自転車だとかなりきついだろうな、乗ってたらきついだろうなと思いますね。で向こうには桜並木などもあります。でこれ見た感じなんか非常になんか遊園地の中のね、通路のような感じに、見えないこともないんですけれど、このカーブの感じがなかなか面白い感じになってますけれど、ここは遊園地などではなく通常の駅前のただの陸橋ということで、この下を走っているのは全て通常の乗用車、トラック、そういうようなものが、ひっきりなしにこの下の大通りを通過していくということですね。で今そこの交差点の右の方に曲がっていきますと、さっきの路面電車の、線路沿いの方に行くということで、向こうに何でしたっけ、チャプリノボーナアムネスティの駅、この今の駐車場の下のところを右にカーブしながら路面電車の線路が走っています。でですね、今この画面の中央部にですね、そのチャプリノボーナアムネスティの駅が見えるんですけれど、こちらの画像、今この望遠の利くカメラでちょっと撮ってみましたので、ご覧いただけると分かると思いますけれど、こちらの赤いその駅の構造が見えますね。であそこがさっきのチェプリノボーナアムネスティ、そこから出発したこの路面電車はこの辺の駐車場の下などをカーブして、トンネルの中を走ってきまして、こちら側のクバランドブの駅に入ったということですね。それではその駅の方へ戻っていこうかと思います。なかなか今日はいい天気でね、この散歩日和、撮影日和ということができると思いますね。でこの陸橋から見ますと、この駅、クバランドブの駅の全容を見渡すことができます。なかなかこの青い、このカラーとこの白いこの屋根ですね、屋根が対象が非常に美しい駅だということができると思いますね。これいつ頃これ作ったんでしょうかね。2003年の開業からずっと使ってるのかな。だとするともう20年近く、もう18年ですかね、それくらい経つということになるんですけれど、その場合には綺麗に保たれているかなと思いますね。でこちらさっきの桜並木の方に来ました。このピンクの桜っていうのはチェコでは多分ね少数派かと思いますね。白いのが多いんじゃないかと思いますけれど、でしかもねこのチェコの桜はですね、この花の散った後にさくらんぼがつくんですよね。でこの辺は公共の場所にあるものですから、誰が食べてもいいということでね、さくらんぼがなるとみんなそこの歩きながら実を取ってね食べるということをするっていうことですね。でさっきのこの陸橋の上からこの下を行く路面電車を眺めているところですね。なんかこう見ると本当にもう郊外鉄道のような感じがします。で向こうのトンネル、さっきのチェプリノボナアムネスティの方からつまりシリュシェバランドフから下ってきている電車ですね。この5番ということで、これからこの道をずっと下って、プラハの街の方へ入っていく路面電車ということですね。このチリンチリンという音がなんかこの路面電車ということを思い出させてくれる、そういう感じがしますけどね。それではね、早速次の駅へ移動していこうと思います。
でこちらまたプラハの街の方へ行く電車のホームにこう下っていくところなんですけれど、この階段のカーブしている具合もなんか近代的な感じの設計になっていますね。で向こう側にもバーがありましたけれど、こちら側のホームにもバーがあります。でこれナ・モドリーということで、モドリーというのはこの青いという意味なんですけど、この駅の青いこの色にちなんだ名前がついている、そういうバーですね。で向こうのトンネルの方からこう走行音が聞こえてきまして、現れたのは、シュコダの 15T ですね。これに乗って、次の駅へ移動していこうと思います。でここを出発しますと、次の駅は、ゲオロギツカーという駅ですね。ゲオロギツカー、一体どんな色の駅になっているんでしょうか。最初のバランドフ、スイードリッシェバランドフが白、次の、ポリクリニカバランドフがグリーンでしたっけ。でチェプリノボーナーメネスティの赤、クバランドフの青ですね。そしてあと残るはどんな色かというと、あと1色しか多分残ってる、色はないかと思うんですけど、おそらく、その残りの原色に近いような色をしてるんじゃないかなと思いますが、やっぱりその通りですね。黄色ということですね。ここがゲオロギツカーという駅です。それではね、ここを出ますとね、次のフルボチェッピーで高速トラムは終了ということ、そこから先はまた通常の路面電車ということで道路の上を走るんですが、その中間の駅としてはね、ここが最後の駅です。でこのゲオロギツカーもこれこの団地の一番外れですね。ここから先へ、さらに先へ進みますと、もうすでに団地の外へ出るということですね。ここも黄色い、この駅名標、そしてあそこの、鳥のぶつかってくるのを防止するあそこのワシの絵ですね。あれも黄色く塗られていますね。黄色で大丈夫なのかなと思うんですけど、これ結構な勾配の途中にあるようで、この駅名標2つ並んだのがこう段差ができているのがね、お分かりかと思います。なかなかね急な勾配の途中に設けられた駅、ただプラハの路面電車の中では一番急な坂というわけではないようですね。結構急な勾配ではあるんですけれど、これ以上の坂というのも結構あります。でですね、このゲオロギツカーから次のフルボチェピーまでの間はですね、非常に有名な高架橋がありまして、これものすごく眺めのいい高架橋なんですね。でそこは最後に電車で路面電車で通ってご案内していこうと思いますけれど、その前にですね、その高架橋のところまで歩いていって、ちょっとその走っていく路面電車をご覧に入れようと思います。でその駅を出発してですね、この時もコロナウイルスの関係で外を出ている時でもですね、このマスクの着用義務があったので、私はこうしてマスクを着用しているわけなんですけど、誰もいないんでね、はっきり言ってバカバカしいことはバカバカしいんですけど、つけたりしまったりするのまた結構めんどくさいんでね、もうずっと着用しっぱなしというふうにしていました。でこのさっきのね防音壁の向こう側には線路があったわけなんですが、この辺はもう防音壁がなくなっています。っていうのもですね、向こうの道路を見てください。もうだいぶ下の方へ行っちゃってますよね。でこの歩道は結構ね、下り勾配が緩かったので、線路もだいぶ下の方まで、この辺では降りてきてしまっています。でこちらの歩道もですね、ここからこの階段を下って線路の、位置までね、高さまでこう降りていくということですね。でここですね、ここから右に行きますと、その線路を横切る踏切といいますか、踏切なんでしょうね、一応ね。そういう線路とこの通路が交差することになっています。ここですね。でこれ踏切、通常の鉄道と違って踏切じゃありませんし、もちろん警報器もないし、電車は結構ね、特に下から登ってくる方が結構スピードを出してますんで、こう左右をちゃんとこうよく確認して、安全を確認しながら渡るということが必要になりますね。でこちらが今下から登ってきている、シュコダの 15T スイードリッシェバランドフ行きの電車です。でこのちょっと先へ行きますとね、ここですね、あそこの今画面の向こうの方に高架橋の入り口が見えますが、その高架橋の両側にですね歩道があるんですよね。で歩道じゃないですね、歩道のように見えるスペースがあるんですが、どうも歩道ではないらしくてですね、そこ立ち入り禁止になってるんですね。非常に残念なんですけれどね、こちらですね、これ完全な歩道に見えますけど、あそこの右の端の方に立ち入り禁止の看板がついているのがお分かりかと思います。したがって、入って歩いてもね、おそらく何にも問題ないと思うんですけど、それを YouTube に上げるっていうのはちょっとなかなかしにくいということでね、こちらの道路の歩道の方からこう走っていく路面電車を眺めるということに留めようと思います。でこれ見るとですね、下っていく電車の方がスピードが遅いということがよくわかるかと思いますね。やっぱりこの
下りはどうしてもね、ブレーキが万が一効かなくなると暴走してしまうということで、スピードを落として運転しているということですね。これ見ると登っていく電車の方がずっと速いスピードで走っているのがお分かりかと思います。で昔の日本の碓氷峠ですね、軽井沢と横川の間にあった碓氷峠も、時刻表を見るとですね、登っていく電車の方が下っていく電車よりかずっと所要時間が短いということになっていたのをよく覚えています。で今下ってきているのは20番、シュコダの 15T という車両を使ったこの最新型の路面電車ですね。この前のところにちょっと黄色く塗ってあるのはこのマイナーチェンジ車です。確か冷房がついてるか Wi-Fi がついてるかなんかそういう改造が施されていますね。でここは非常に眺めのいいところで、向こうの方にはジシコフのこのテレビ塔プラハの街を一望すること、一望というほどでもないけど結構遠くに眺めることができます。で今度下から登ってくるのはこのタトラの T3 型ですね。でこれ見てるとね 15T がほとんどで、この T3 型はなかなか来ないですね。でその2種類だけで他の、KT85D とかそういうやつは全然ね、この日は来てませんでしたね。休日だからか分かりませんけれど、おっとこれちょっとあそこの連結付近のところに人が座ってますね。何やってんだあれ、本当に危ないですね、あんなことしたらね。こんな乗り方してるのは初めて見ましたね。もちろんこれ禁止されてるんだろうと思いますけどね。面白いですね。この、特にこの区間は結構スピードを出しますからね。ということでね、このゲオロギス館の駅に戻ってきました。ちょうどタトラの T3 型が入ってきましたので、これに乗ってね、今さっき撮影したこの高架橋を下って下へ向かっていこうと思います。この黄色の世界から発車しますと、次のフルボチェピーという停留場は、昔の終点ですね。この高速トラムのこのバランドフまでの区間が開業する前はこの次のフルボチェピーが終点で、そこで全ての路面電車が折り返しというかその回転線に入って、そこから引き返していたということなんですね。でこの区間のね高架橋があるこの前後の区間、このゲオロギツカからこのフルボチェピーまでは結構距離が長いです。特にこの下りの電車は時間がかかりまして、3分ぐらい、この一駅間で3分ぐらいの所要時間となっています。でこの右手にですね、さっき歩いたこの右側のこの木の崖というかちょっとこう斜面になってますけど、その上にさっき下っていった歩道があります。でもう少し行きますとね、この歩道がこちらに降りてきて、この路面電車の線路と交差する場所があるはずなんですけれど、どこかな、ここですね、この右の階段からさっきは降りてきて、この線路を横切ったこの左側の道路沿いの歩道の方をここから先歩いていったということですね。ここから先高架橋でこの左右にこの歩道のようなものが見えますけど、歩道ではないですね。一応立ち入り禁止ということになっています。でこれ右側を見ますとね、あそこの鉄道の高架橋っていうかこの石の橋が見えますよね。このレンガ造りの非常に古い橋で、別の動画であそこを走る鉄道の様子をご紹介してますので、この画面の右端のところにね白い丸をクリックしていただくとそのリンクが出るようになってますので、よろしかったらぜひこちらの動画もご覧いただけると幸いです。これ非常にねこの眺めのいい高架橋で、この、線路のねこれ今左側のところちょっとこう外に出られるような感じになってます。あそこ実はねバス停があるんですよね。でバス停があって、さっきのゲオロギツカからバスに乗ってここへ来ることもできるんですけれど、ここへ来たとしてもね、この左右のこの道はいずれにしろ立ち入り禁止で入ることはできないんですね。これは残念ですよ。この右側、特に右側ね、これ歩いて向こう側をこう眺めると非常に綺麗な景色が楽しめるんじゃないかと思うわけなんですけれど、どういうわけかね、これおそらく通行しても問題ないような仕様になってるんだろうと思うんですけど、ただね、ここ開放したところでこれ結構歩いていく人がいるのか、この電車の撮影とか景色見るとか、それ以外で多分使う用事はおそらくないんだろうと思うんです。だからそういう理由でおそらく実用性がないということで、歩道としての利用はできないようにしてるんじゃないかと思うんですけどね。こう間もなく、フルボチェピーの停留場に到着ということですね。ここの駅はこれまた白ですね。白というか、カラフルな塗り分けはないけど、ちょっとねこれ冬だったんで、撮影できなかったんですけど、これ
機関車の牽引のこう客車列車ですね。ここは通常レールバスしか走ってないんですけれど、今日は休日でおそらくなんか臨時列車かなんかだったのかもしれませんね。残念でしたね。知ってればちゃんと準備して撮影したんですけどね。でこれフルボチェピーという駅で、これが例のね、立ち入り禁止の看板とその先の線路沿いの歩道らしきものですね。本当にねこれ歩けたらなかなか面白いなというふうに思っていたんですけれど、残念ですね。でこちらがそのフルボチェピーの駅のホーム、駅というか停留所のホームですね。でここにはですねこんな感じでこのフォークロアガーデンなんていうのがありまして、これはなんかの観光施設みたいですね。でここの左側にですね回転場が実はあるんですけど、今でもねトラムの路面電車の回転場残ってます。でこれが昔の終点です。昔は全て向こうから来た電車は路面電車はここで折り返しをしていたわけなんですけれど、現在もねバランドフ方面の線路を工事したりした場合にはここで路面電車を折り返しにして、ここから先はバス代行というそういう措置を取ることが時々あります。で今町の方からこのシコダの 15T がゆっくりゆっくりと入ってきます。であそこはポイントがあるんでねスピードがあんまり出ないということなんだろうと思うんですけれど、でここからですねこれからこの電車はフルボチェピーの駅に停車し、そこから先は例の高速トラムということでね、高速トラムっていう名前は私が勝手につけただけなわけなんですけれど、バランドフまでこう、スピードを出して走っていくことができるということですね。でねこちらがその回転場です。昔の終点の回転場なんですが、こちらにも一応この乗降場が残ってまして、これ下車専用というふうに書いてありますけれど、バランドフ方面の工事の際にはねここに列車が入ってきて、列車って電車が入ってきまして、乗客はみんなここで降りてここから先はバスに乗り換えるということをやっています。でこれがそのポイントのところで信号がありますが、これ左側に開いてますね。でおそらくここはね自動化されてないんじゃないかな。これは切り替えるときはその、ポイントの真ん中の溝のところに棒を入れてこう手でこじると思うんですけどね。でこちらはこう石碑がありましてね、さっきの橋は2006年のチェコ技術アカデミーの賞を受けたということが書かれていますね。ということでね今回の動画、スイードリッシェバランドフからこのフルボチェピーまでの間、高速トラムと勝手に名付けて私が名付けているこの高規格路面電車の区間をねご紹介してきました。ではねこの動画はここで終わりといたします。ご視聴皆様どうもご視聴ありがとうございました。動画を気に入ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。